この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。34歳、モブさんからの質問です。斉藤先生、こんにちは。いつも勉強になり、前向きになれる動画を上げてくださりありがとうございます。先生の動画に出会えたことが幸せだと思う日々です。突然ですが、先生に相談があります。それは、絵柄と書いてある本人の人格についてです。私はいろんな方から自分の絵を幸せそうな表情、優しいふわふわとした色使い、穏やかな雰囲気、丁寧でデジタルなのにアナログのような風合い、などのコメントをいただくことがあります。これらのコメント自体は大変嬉しいのですが、私はそれらを全然意識して描いているわけではなく、自分の性格が絵柄のイメージとは正反対の人間であることに悩んでいます。私は殺人鬼のような雰囲気、死んだ魚のような濁ったハイライトのない目、口を開けば病んだことばかり、色で例えるなら漆黒と自他ともにリアルでの友達からも言われる人間なのです。一度フォロワーさんからのイメージをもらって Twitter 上の自分を描くというタグを試してみたところ、見事に正反対のイメージを頂戴してしまいました。何度か自分の性格に寄せた絵柄に挑戦してみたものの、どれも同じようなコメントをいただきました。どんなに頑張っても他人から見た私の絵はふわふわした優しいものにしか見えないらしいのです。良いイメージを持たれることはありがたいと思うのですが、私はそんなに優しくも温かくもない冷酷な人間なのに、誰も私を分かってくれないとすら思ってしまいます。今では私の絵にコメントをくださる方を裏切っているような気持ちになります。絵柄と描いている本人の人格は別だと割り切っていきたいと思いながらも、それができていない現状です。斉藤先生はこのような経験はありますか？絵柄と描いている本人の人格に因果関係はあるのでしょうか？どんな風に自分の中で決着をつけていいのか私にはもうわかりません。どうかアドバイスをくださらないでしょうか？ヘビーな相談ですいませんでした。先生のサムエ姿が大好きです。これからも動画楽しみにしています。とのことです。モブさん、ご質問ありがとうございます。サムエ姿が好きということなので、サムエ着てきました。モブさんの作品、実際に見たわけじゃないので、はっきりしたことは断言できませんが、作品は優しく幸せそうな明るい絵柄なのに、それを描いている本人はというと、口を開けば病んだ言葉ばかりで、見た目も漆黒、死んだ魚の目のような暗い雰囲気、そのギャップに悩まれているっていうことですね。ですね、まず先に前置きしておかなければいけない可能性として、技術的な問題が大きい場合ですね。モブさんがすっごく自分の性格に合った尖った作品を描こうとしているのに、はっきりとした形を描く力がまだなくて、線や色がふわーってちゃんとした形を描き表せていない場合には、単純に技術的なアドバイスが必要になると思います。そこだけはご注意ください。でももし色も形もはっきりと描けている。なのに自分が思った感想ではなく、正反対のことが言われるということであれば、これから言うことが役に立つかもしれません。確かにね、無意識的に絵を描いていて、知らず知らずのうちに暗いと思っていた自分から、そんな明るい絵が出てきてしまって、そして知らず知らずのうちに作品だけが一人歩きして、イラストのキラキラした雰囲気と自分のどんよりしたイメージ、その二つに大きなギャップが生まれてしまったら、モブさんのように深く悩んでしまうこともあるかもしれません。そんなモブさんに今回僕がご提案できるのはこの3つです。本人と作品は必ずしも一致しない。部外者の方が魅力を発見できる。表現はないものねだり大歓迎。順番にお伝えしていきます。本人と作品は必ずしも一致しない。まずですね、先に言っておきたいのが、作者の見た目と作品のイメージ。これですね、一致しなくて普通です。いや、これ別に適当なこと言ってるわけじゃなくて、今はコロナ禍の影響で機会自体は少なくなってしまったんですが、僕ですね、出版社のパーティーのようなものにたまにご招待していただくことがあるんですね。その中で漫画家さんとかイラストレーターさんとお話しする機会って結構あるんですが、その中で作家さんと作品のイメージ、これが合致する人って結構珍しいんですね。大体はギャップがあるものだと思います。例えば、これちょっと僕の主観が入っているので、もちろん全員が全員こうではないと思うんですが、一例を言うとですね、例えばホラー漫画のような怖い作品を作っている人って、漫画を読んでいる側からすると、すごくドヨーンとした雰囲気で、もう口調もボソボソっと喋って、なんならもう常時呪いのアイテムとか持ち歩いているような。で、そこまではさすがにないか。なんかでも、それに近いようなイメージってある
ると思うんですよ。でも、僕が会ったことのあるホラー漫画家さんは、かなり明るい性格の持ち主で、すっごくハキハキと喋りますし、なんならその場を盛り上げてくれるような、そんな方ばかりでした。で、逆の例で言うと、ギャグ漫画家さんは、逆に物静かな人が多い印象です。いや、何度も言いますが、僕の主観ですからね。そうじゃない人も、たくさんいると思いますが、ギャグ漫画を毎週、毎月書いているぐらいだから、面白いことポン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 浮かんで止まらないんじゃないかな。だからすっごいおしゃべりな人多いんだろうな。って、素人考えで申し訳ないんですが、そう思っちゃうところもあるじゃないですか。でも実際やってみると、こんにちは。どうも、よろしくお願いします。ってね、もう、漫画ではめちゃくちゃやってんのに、本人はとっても静かで丁寧な人っていうことがかなり多いです。でね、そんなこと言う僕もですね、作品と本人が一致しているかっていうと、ちょっとわかんないですよね。僕は可愛い女の子を描くことが多いイラストレーターですが、作品は女の子、本人はおっさんですから、そう考えるともうギャップしかないですよね。特にですね、最近はやっとそこまで言われることは少なくなりましたが、2、3年ぐらい前までは可愛い女の子を描くような仕事をしているイラストレーターは人前に姿を晒すべきではないっていう暗黙のルールみたいなものがありまして、ちょっとでもね、顔出ししようものなら、絵は可愛いって思ったのに、こいつが描いてたのかよ。もうこの絵好きになるのやめたなんて言われちゃうんじゃないかっていう恐怖感があったんですね。なので僕もこうやって YouTube で顔出しして、作品と同時に自分も表現していくこと。これすごく最初は迷いました。でもね、そうやってよかったって今になったら思います。なぜかっていうと、皆さんすごく優しい方ばかりで、こんな人が描いてたんだ。顔出ししてくれてなんか親しみが湧いた。ありがとうってね、逆に喜ばれることの方が多いんですよね。中にはいますよ。お前が描いてたのかよ。気持ち悪い。もう見るのやめるわ。ってね。それはそれでしょうがないんですけど、でも大多数の方は僕と作品のギャップ受け入れてくれているような気がします。多分ね、徐々にそういう世の中にここ数年で変化してきたような感じがするんですね。本人と作品は必ずしも一致しないものですし、一致しないということも普通に受け入れられる世の中になってきました。なので、そもそもそこまで気にする必要はない。普通のことなんだということをモブさんにはまず最初にお伝えしたかったです。部外者の方が魅力を発見できる。と、ここまで聞いてモブさんはこう思ったかもしれません。いや、そうは言っても私は暗い世界で生きている人間なんだよ。明るい世界の人たちにとっては暗い世界の私は部外者みたいな存在なんだから、暗い世界の住人である私みたいな部外者に明るい世界を表現する資格なんてないじゃん。いや、そんなことはありません。確かに普通に考えれば、明るい世界の人間だから明るい表現をする。暗い世界の人間だから暗い表現をする。っていうのは一見的を得たような考えのように思えますよね。もともと明るい性格ではない部外者が明るい表現をしてはいけない。それは的外れな表現になってしまう。って思ってしまうこともあるかもしれませんが、実はそんなことはないと思うんです。いや、むしろ部外者だからこそ明るさや優しさについてより客観的に、そしてより魅力的に表現する目を持っている場合だって少なくないと思うんですね。例えばね、僕のワイフの話なんですけど、彼女はめちゃくちゃ魚が嫌いなんですよ。特に青魚めっちゃ嫌いなんですね。なぜかというと臭いから。だから彼女はアジとかサンマとかイワシとか青魚絶対食べません。で、その一方で僕は割と青魚好きなんですよ。お寿司屋さんに行ってもまず最初は小肌とかしめ鯖とかから食べるタイプなんですが、たまにね、僕が食べてみて、これは臭くない。彼女でも食べられそうって思ったものについては、ちょっとね、進めてみることがあるんですよ。ね、これ全然臭くないから食べれると思うよ。食べてみない？でも、その度に、いや、全然臭いじゃん。って言って受け付けてくれないんです。でね、そんなある時、旅行に行ったんですよ。北海道旅行だったんですが、その夜泊まった旅館の夕食。最初にね、お刺身の盛り合わせが出てきたんですが、その中にしめ鯖があったんです。僕はそれを見て、絶対に彼女は食べれないだろうなって思ったんですが、彼女はなんとパクッと食べて言ったんです。あれ？何このしめ鯖？美味しい。いや、もうびっくりですよ。青魚絶対食べない彼女がしめ鯖食べたんですから。僕はね、青魚を食べて美味しいなんていう言葉を言う彼女見たことなかったので、へって驚いてそのしめ鯖食べてみたんです。そしたらね、もう、うわー！オーマイ昆布って
感じでね、もう今まで食べてたしめ鯖何だったのっていうぐらいの、そのぐらい衝撃的なうまさだったんですね。でね、そのことがあって僕は気づきました。僕はね、もともと青魚好きな、もう言ったらもう青魚クラスターなわけじゃないですか。で、彼女はというと、青魚クラスターから言ったら、部外者なわけじゃないですか。そんな部外者の意見、僕は最初はね、ちょっと信用はしていなかったんですが、とんでもなかったですね。いや、むしろ、部外者だからこそ、そのものの本当の価値や欠点に気づく敏感さを持っているっていうことなんですよね。まあ、僕からしたらもう青魚好きですから、別に少々臭くても平気な鈍感な感覚になっている。でも彼女はそこは冷静ですから、臭いものは臭い、臭くないものは臭くないって部外者目線で冷静に判断できるわけなんです。僕はね、もう鈍感だったなーって、その出来事を通して思い知らされたわけなんですよね。で、これは絵についても同じなんですよ。自分がもともと明るい性格だからといって、じゃあ本当にその人が明るいをうまく表現できるかといったら、それは話が別だと思います。むしろ部外者、自分自身は明るい性格ではない人の方がより明るいという感覚に敏感で、その要素をうまく抽出し、より効果的に表現できることだって多いと思うんですよ。表現はないものねだり大歓迎。でもね、ここまで聞いてモブさんはこう反発するかもしれません。言ってることはわかるけどさ、でも自分には全く明るいとか優しいとかそういう感覚がないのに、そういう絵を私が描くことって許されるのかなって。ちょっとこれはですね、モブさんにとっては衝撃的かもしれませんが、言っちゃいますね。実はですね、絵や、絵だけじゃないかもしれません。すべての表現の世界において、自分には本来ない感覚を表現すること。モブさんのように、漆黒の暗い性格の持ち主の人が、明るくて楽しい世界を表現すること。言い換えると、ないものねだりですね。表現の世界において、ないものねだりはですね、超大歓迎なんです。いや、当たり前ですよ。いや、だって、現実にあるものしか表現できないなんて、めちゃくちゃ窮屈じゃないですか。現実に縛られずに自由に表現できるから、表現の世界は素晴らしいんです。現実の世界はすごく弱くて誰も助けられない。だから超強になってみんなに頼られる絵を描きたい。現実では全然女の子にモテない。だからモテモテにやっている自分を描きたい。現実では動物は飼えないけど、だからこそ絵の世界ではモフモフの動物に囲まれている生活を描きたい。めちゃくちゃ OK でしょ？なんか問題あります？現実はね、今すぐ変えられないことは多いかもしれませんが、でも絵の世界は自由。どんな自分にもなることができる。いや、むしろ自分と作品のギャップ楽しんじゃいましょうよ。それにね、モブさんは自分にはそういった感覚がまるでないと、もしかしたらご自分ではそう思っているかもしれませんが、でも実際に作品にはそういう一面がどうしても出てきてしまっているわけですよね。思わず優しい世界、明るい世界を描いてしまっている。それには必ず理由があると思うんですよ。それが何かというと、それはこんな自分になりたかったというもしもの自分。モブさんは自分でもあまり気づいてはいませんが、実は本心ではそういう優しい世界を表現してみたい。そんな自分になってみたかった。なんていう憧れをどこかで持っているのではないでしょうか。今はね、ご自身ではそういった一面はないと否定されているのかもしれませんが、願望が全くないところからそういう表現が知らず知らずのうちに自分の手を通して溢れ出てきてしまうことって、おそらくね、願望がない限りはないと思うんですよね。リアルでの漆黒の自分も、絵を通して出てくる明るい自分も、どっちもモブさん自身だと僕は思います。モブさんは今の自分も受け入れて、もしもの自分も受け入れることで、今よりももう一歩進んだ表現者になることができると思うんです。VTuber 犬山玉木くんをプロデュースしている佃煮のりお先生は配信でこんなことをおっしゃっていました。玉木はこうなりたかった自分なんです。でも私は本来暗い人間なんです。だから私は絶対に玉木にはなれないけど、玉木は私の代わりにみんなと仲良くなって、そしてみんなに好かれるような存在になってほしい。僕はそんな佃煮のりお先生の言葉を聞いてめちゃくちゃ衝撃的でした。そしてその一方ですごく納得
できたんですね。そっか、玉木くんで、佃煮先生のないものねだりだったんだって。もちろんね、佃煮先生ぐらいレベルの高い表現をしようとしたら、そんな自分を受け入れた上で、プラスアルファ、ものすごい努力をしなければいけないと思うんですが、モブさんがもしもの自分、ないものねだりを受け入れることができたら、今よりももっともっと多くの人に共感を得られる表現、モブさんが本当に伝えたいことを本当に伝えるための第一歩を踏み出すことができると思います。本人と表現は必ずしも一致しません。自分は暗いけど明るい表現を部外者目線で客観的に表現しても大丈夫。なぜなら表現の世界はないものねだり大歓迎だからです。モブさん、諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？絵を頑張りすぎてしまうと、どうしてもモブさんのように自分の表現って何なんだろう、自分の絵は人にどう思われているんだろうなんてね、深く考え込んでしまって迷宮に迷い込んでしまうことも少なくないですよね。そんな時僕はどうしているかというと、子供のお絵描きを見ることがあります。子供の無邪気な絵を見ているとですね、もう表現ってこれでいいんだよねってね、もうすごく心が洗われて、いい意味で原点に変えることができるんですよ。そんな時にはこちらの動画、対決小一とプロが線画を交換して絵を描いてみたがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。